こんにちは、アカデミアの富代です。今日はサロンポピュラーベーシック8になります。今回自然な丸みのあるウルフカットを行います。このカットができると頭の骨格をきれいに見せることができます。もちろん女性でも男性でもあなたの長さ設定次第でスタイル作りが可能になります。ウルフカットは数十年前には狼カットとも呼ばれていました。流行は繰り返されるのでしょう。数十年前にもウルフカットの作品を作っておりますので、後ほど見比べてみたいと思います。ヘアカットは基本を完璧に頭に入れていただくと、どのようなカット方法でも作ることができます。ですから、初心者の方は僕の基本動画をもう一度見ていただき、練習してもらうと良いでしょう。この動画は日本語字幕で対応していますので、世界各国の言語に変更してみることができます。では、早速動画をご覧ください。はじめにセンターで分けて周りの長さをカットします。今回は顔周りの長さを設定し、顎ラインを目安にどのくらいの長さにするかを基準に顔周りからカットしていきたいと思います。今回は顔周りの長さを顎ラインを目安にどのくらいの長さにするかを基準に顔周りからカットしていきたいと思います。最初にまずアウトラインからカットします。お客様が一番気になる長さを設定する場合、顔周りからその長さを決めてあげることが安心させるコツでもあります。前頭部と後頭部を分け、前頭部部分の長さをカットします。ダウンシェイプして毛先を引き出し、斜めにカットします。もちろん反対側もカットして左右対称かどうか確認後、バックセンターで分け、バックセクションの毛束を先ほどカットしたガイドをもとにカットします。その後、バック部分をフロントサイドのガイドの流れからバックは U 字ラインにカットしていきます。バックを U 字にカットすることで肩幅も狭く身長も高く見えるようになります。アウトラインを左右対称に切る場合、初心者は切りたいアウトラインと平行のブロッキングラインを作って、そのブロッキングラインと平行になるようにカットラインを決めると、左右対称のアウトラインが作りやすいでしょう。後ほど図解にて説明します。これでアウトラインができました。バックセンター中心から毛束を頭皮に対して直角に引き出し、毛束に対して直角にカットします。今回長さ選びは比較的定番の長さにいたします。以前の動画でローポイントのセミロングレイヤーをカットしましたが、ほとんど同じ要領です。違いは長さの選定になります。バックセンターからフロントセンターまでカットを進めます。反対側も同じようにカットします。次に目尻の上がったライン、トップ部分を取り出し、前髪の長さをカットします。
その後フロントサイドとつなげます。次に前頭部と後頭部を分けて床と平行にパネルを引き出しカットします。バックサイドのアウトラインに穴を開けないように厚みを残し、バックセンター方向に引き気味でカットします。フロントサイドも同じようにアウトラインに穴を開けないようにカットを進めます。反対側も同じようにカットします。次にチェックカットですが、残したいアウトラインの厚みを残してパネルを横スライスで引き出し、チェックカットします。アウトラインとつなげる場合には横スライスでチェックカットしたレイヤー下側とつなぎます。フロントサイドも同じようにチェックカットします。以前の動画でも説明していますが、フロントサイドなど無理してつなぐ必要はありません。このようにカットすることで、どのような長さでも綺麗な頭の丸みを持った形にすることができます。これで自然な丸みを持ったくびれのあるウルフセミロングレイヤーカットができました。ではドライにしてみましょう。ドライできましたので削いでいきます。まず削ぎは横の頭の丸みに沿って削いでいきます。レイヤーに削ぎを入れていきます。注意することは右側と左側と削ぎバサミの入れ方の角度を同じように入れてあげることです。削ぎバサミ入れる方向によってシルエットも変わり、毛流れも変わりますので注意しましょう。こちらは以前カットしたウィッグを使用しているので、削ぎも入っています。ですからシルエットが出やすいです。フロントサイドや紙を動かしたいところは空間を空けるようにスライドカットを効果的に使うと立体感が出やすくなります。もちろん左右対称になるように削ぎを入れてあげることです。
トップ部分は中間から毛先を中心にそぎを入れます。前髪部分は流したい方向と逆方向に引きカットします。髪は長い髪に短い髪が引き寄せられ方向性が生まれます。この力と方向性を利用してカットや削ぎを行います。そうすることでかなり手入れのしやすいヘアスタイルを作ることができます。前髪も毛先を少し薄くしたいのでパネルを上に引き出し、流したい方向とは反対方向に寄せて段差をつけ前髪を薄くします。次に仕上げですが、ストレートアイロンを使って行います。アウトラインや内側の髪はハーフカールをつけていきます。中間より上は少し根元の立ち上がりを意識してカールをつけていきます。トップや前髪は毛流れや方向性を考えてカールをつけます。
出来上がりましたら軽くワックスをつけて仕上げます。はい、仕上がりになります。カットとブローで仕上げたものとアイロンを使ったものです。はじめにカットラインを活かしたブロー仕上げになります。次はアイロンを使ったアレンジヘアの出来上がりです。次に30年前に作った僕のウルフカットを見ていただきます。今回の出来上がりと見比べてみてください。当初トップが短めで襟足長めが流行のウルフカットでした。当時もバリエーション豊富なスタイルで流行はかなり長く続きました。はい、以上になります。では引き続き図解を見ていきましょう。はじめにセンターで分け、前頭部と後頭部に分け、顔正面からフロントサイドの髪の長さのアウトラインからカットを始めます。注意事項は綺麗にダウンシェイプして毛流れに沿って挟んだ指先で角度を決めてカットします。両方のフロントサイドの髪をカットして左右対称かどうか確認します。フロントからカットする利点はお客様に安心感を与えることができます。その後、バックセンターで分けたバックの毛束を顔正面に引き、フロントサイドのカットラインに沿ってより斜めになるようにカットしていきます。このようにバックセンターの毛束を顔正面に引きカットします。次にバックサイドからバックセンターに向けて U 字型になるようにチョップカットします。バックサイドを上手に切れない人はブロッキングラインをアウトラインと同じように取り、それを目印にカットするとうまく切ることができます。それがこの図になります。アウトラインが切れたらバックセンター頭頂部の毛束を頭皮に対して直角に引き出し、毛束に対して直角にカットします。バックセンターからフロントセクションに向かってカットを進めます。反対側も同じようにカットしていきます。次に目尻の上がったラインからトップ部分は前方に毛束を引き出し、前髪部分の長さを決めます。前髪の長さが決まったら、前髪とフロントサイドの髪とをつなぎます。次にバックセンターに毛束を取り、床と平行に毛束を引き出し、垂直にチョップカットします。注意することはヘムラインに穴を開けないように自分が残したいアウトラインの厚みを残してカットしていきます。図の破線より下側はアウトラインの厚みを残すところですので切り込まないように注意します。バックのカットができましたら、フロントサイドも内側の髪の厚さを残してカットしていきます。次に内側の残したい厚みを取り、上側で切った毛束を床に平行まで引き上げ、チェックカットします。フロントサイドも下側の残したい髪の厚さを横スライスで取り、チェックカットします。もちろん反対側も同じようにカットします。次に下の髪とつなぎます。この時に下の図のレッドゾーンは穴を開けないように注意します。反対側もつなぎます。これで自然の頭の丸みを生かしたウルフカットの出来上がりです。軽く乾かしてそぎを入れます。バックセクションを分け取り、この図のようにそぎを入れていきます。このウィッグはすでにそぎが入っていますので必要なところに入れていきますが、実際はこのようにブロッキングを取り、ヘムラインに穴を開けないようにそぎを入れます。入れ方はそぎばさみの刃先を毛束の根元に向けて毛先に向かって削いでいきます。右側と左側と同じ角度のそぎが入るようにそぎばさみの向きや方向に注意しましょう。左右対称に入れることで毛流れが同じようになるようにします。何ブロックかに分けて中間部は毛束の中間から毛先に向かって入れ、トップ部分の毛束は表面になる紙は毛先だけにして毛艶が出るようにセニングウィービングで紙に空間を作るように入れていきます。フロントサイドから空間を作るようにスライドカットを行います。こうすることで手ぐしを入れた時に立体感が出ます。この図のような入れ方は紙が後ろに流れやすくなります。もちろん反対側も同じようなスライドカットになるようにハサミの向きや入れ方に注意しましょう。前髪は流したい方向を考えてカットします。今回は赤い矢印の方向に流したいので逆方向にパネルを引き出しチョップカットします。その後前髪を薄くしたいのでやはり流したい方向を考えてパネルを引き出しカットします。もちろんそぎも手入れがしやすいように考えて入れていきます。はい、これで図解説明の終了になります。概要欄に過去動画も記載してありますのでよかったらご覧ください。気に入っていただけたらいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんご視聴ありがとうございます。またお会いしましょう。さようなら。